こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのバックスケアのカリンバをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はバックスケアのカリンバをご紹介していきたいと思います。こちらはストリングネット様よりご提供いただきました。ご提供いただき誠にありがとうございました。ストリングネット様をご紹介させていただきます。ストリングネット様は韓国にある企業で Amazon で販売活動をされているのは香港にある子会社となります。ウクレレを長く愛好されている方ならご存知かと思いますが、エレウクというボディがピーナッツタイプのサイレントウクレレを販売されておりました。プラスチックウクレレや通常の木製ウクレレ、そしてアコースティックギターも販売されておりまして、韓国や日本だけでなくてイギリスやアメリカなどにも輸出されております。今回はこちらの商品が届きました。初見開封はライブにて公開しましたので少し長くなっておりますが、よろしければご覧ください。初見開封ならではの不思議に思った点などチャットで参加していただいた皆様と素直な感想を話しながらお届けしました。今回の動画ではしませんが、ネジをね、ここのネジを外してキーの形状なども実際にご紹介させていただきました。今回いただいたこちらのカリンバなんですけども、両方とも36キー3オクターブのカリンバになりまして、キーの形状がピアノタイプと左右対称型の通常のカリンバタイプとなります。まずは簡単にこちらの付属品のご紹介をいたします。はい、付属品はこのようになっております。まずはこちらのソフトケース、こちらをファスナー開けではなくてこういった感じでペリペリペリとめくるタイプの留め具になっておりまして、これはこのケースのショルダーベルトですね、このような感じで使います。はい、そしてこちらはチューニング用のアルミテープ、それから六角レンチ、キーを外すためのものですね。それからこのアドレスが説明書が載っているサイトになります。そしてこの2つなんですけども、こちらはカリンバタイプについていた付属になります。ピアノ型の方にはついておりません。ピンセットと音階シールです。こちらのリンクなんですけども、どなたでも見ていただけると思いますので、概要欄にリンクを貼っておきます。購入前のユーザーマニュアル参考にしていただけたらと思います。はい。今回はこちらの商品が届きましたが、この商品に至るまでの商品開発の経緯もお聞きしました。ウクレレの製造開発、販売をしていく中、2018年頃からカリンバに興味を持ち、商品開発されてきたそうです。開発の際、親指ピアノと呼ばれながらもなぜピアノ配列でないのかが不思議に思ったそうです。左右対称の配列に半音がない音階、ここが気になりまして、実際に試行錯誤しながら商品開発が進みました。2020年に32音のピアノ型のクロマチックカリンバが誕生し、韓国と日本のクラウドファンディングで販売されました。品質の向上を目指し、36キーのアップグレードバージョンも制作されました。以前のものはボディもピアノ型でキーの形状も平らなものでした。そして現在、ボディは四角になりまして、キーの形状も一新して、先端に丸みのあるスプーン型に変わりました。対称型のカリンバタイプも誕生しまして、下段が17音の合計29音タイプ、そしてこちらのような下段が21音の36音タイプの2種類が製造されています。ではこちらのカリンバを詳しく見ていきたいと思います。まずはボディの重さは、こちらのピアノ型は 670g、カリンバ型は 595g になっております。大きさがね若干違いますので、カリンバ型の方が少しだけ軽いような作りになっています。そしてこの重さなんですけども、箱型なのに重めに仕上がっているのは1枚の板を繰り出して箱型に仕上げる CNC 加工されているからかなと思います。この加工の仕方はチルエンジェルズの箱型と同じとなりまして、より音が豊かに広がる構造となっているそうです。チルエンジェルズの箱型は中にブレーシングと3本の昆虫という柱が入っていたんですけども、こちらのバックスキアはトップ材の3分の2程度が1センチ厚の厚みに分厚くなっているそうです。サスティンをより長く伸ばすソリッドのような工夫なのかもしれません。次にブリッジについてです。
ここのブリッジ部分は樹脂製になっておりました。ここに金属を使わないこだわりは何かあるかもしれません。それぞれのブリッジ幅はピアノ型は15センチ、カリンバ型は13センチとなっております。キーの形状は商品説明によると独特なスプーン型。スプーンがこうなってるのがこんな感じで裏返ってるような仕組みになっています。なので先端は丸くなっておりますね。はい。そしてこちらのキーはなんとブリッジ内でここでつながっている一体型となっております。ライブ中にね、なんとネジを外してみました。こちらをね、もうチューニングしてあるので、実はここでね、ネジを外して実際にお見せするっていうのはできないんですけども、ライブ中の写真を載せておきます。はい、このようにつながっております。上段のキーの形状がここがね、独特な形状となっているんですけども、これは下段のネジを外すためにこのように作られているようです。この形状が特徴的ですごく印象的なカリンバに仕上がっていると思います。また、キーの振動の工夫でキーの幅を変えてあるそうで、高音になるにつれて幅が狭くなっております。また、先端のスプーン部分の丸みの大きさも高音になるにつれて小さくなっていて、重さでチューニングを合わせているようです。キーの先端は丸みがあるので弾きやすくって、カリンバ型はスライドもしやすいんですが、何せ細すぎるので刻印もなく、また音名を書き込むこともできません。音階シールを貼ればと思ったんですけども、基本的にここの中でくし形でつながっているキーの形状上、チューニングができません。シールの重さでチューニングが合わなくなる可能性もあります。ツイッターでアクリル絵の具を使ってここのキーのところに着色されている方もいらっしゃいました。カリンバ YouTuber として有名なエブリリアンさんも着色されているようです。アクリル絵の具で塗ってしまうと色を取る際にキーの塗装も剥がれてしまう可能性もありますので注意は必要だと思います。こちらのカリンバ型、上限の半音キーの配置にもこだわりがあるそうです。配列は D、F、A、C の4つの塊と G1 つ、この組み合わせになっております。全音の間のみ半音キーを配置したそうなので、この4つと1つの組み合わせを覚えれば、どこのキーが何の音かは表示しなくても演奏ができるということです。なのでこの上段のね配置を覚えてしまえば下段の目印になるとショップの方が教えてくださいました。そう覚えればいいんですよ。やっぱりねこのカリンバだけずっと弾いていればきっとね大丈夫かもしれませんね。はい、私もこのレビューまでに何回か弾いてはみたんですけども、21キーがねやっぱりね目が疲れちゃって覚えるのが大変でしたね。ここがレだから間でドって覚えればいいんですよ。はいはい、そういうことです。はい、では思想してみたいと思います。いつもの命の歌なんですけども、ごめんなさい、私はねピアノが弾けないので、このねピアノ型は上手に弾けるか分かりませんので、単音弾きになってしまうと思います。それではマイクで生音を拾っていきます。お聴きください。
はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。若干声が疲労困憊気味だと思うんですけども、大変だった。なかなか弾けなかったですね。いつもならね、通常の17音のキーでしたらもうシールが貼ってなくてもなんとなく感覚で弾けるんですけども、幅がねやっぱり狭くなってる分指がなんかうまいこといかなくて、これは17音だったら弾けたのかな。やっぱ21音にならなきゃいけないな。はい、そんな感じでした。こちらなんですけども、マホガニーの木材なので、そしてこの木の独特の形状もあるのか、音がすっごく柔らかいですね。で、やっぱりね、この高音に行くにつれてこう細くなっている分、音の大きさの調整にちょっと大変かなと思いました。というのも、この中音域はどのカリンバでも伸びやすく大きくなりやすいんですけども、それが顕著に現れているような気がしまして、高音に行くにつれてちょっと力を強めるというか、中音域はなるべく力をかけないように弾かないとボンと急に音が大きくなってしまうような、そんな感じがしています。そしてやっぱりね、このねピアノ型は私は弾けないな。普通のカリンバですとこうやって弾くだけで和音になるんですよね。こんな感じで。でもピアノ型ですと1個ずつこう開けて弾かないといけないから、でも綺麗な音。はい、これができる方はね、こちらで楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ちょっと子供に弾いてもらった方が良かったかもしれないですね。はい、なかなかもう頭が硬くなっているのですごく難しかったです。はい、次にライブ中に視聴者様からいただいた質問も問いかけてみました。まずはこちらのピアノ型のイラストについてです。カリンバはアフリカ原産の楽器なので、アフリカで伝統的なパターンを使ってアフリカ人の音楽バンドをデザイナーに書いていただいたそうです。カリンバのターゲットについてです。こちらのカリンバ型の36キーは既存の17音カリンバに慣れているんですけども、17音の全音ありのカリンバでは音が足りない方向けに21音に半音を足した36音を開発されました。私のところには届いてないんですけども、こちらの21音ではなく17音の全音あり、29キーカリンバもあります。またこちらのピアノ型については、カリンバのこの左右に音が並んでいる音階に慣れてない方向けに簡単に演奏でできるように開発されました。次にキーの塗装についてです。キーは普通のクロームメッキではなくブラックオキサイドというコーティング方式を使っておりますので、全て黒色になっております。振動をより高めるためこの塗装になったそうです。梱包前に拭き取ってから発送されているそうなんですけども、稀にキーに油が残っている場合がありますので、その際は拭き取ってください。キーのお手入れ方法につきましては、時々ハンドクリームかベビーオイルを使って管理してくださいとのことでした。この辺りがね、ハンドクリームでいいのと思ったんですけども、こちらをすでに同じものをお持ちの方にお聞きしたところ、上質なミシンオイルを使うと良いとお聞きしたそうです。錆びないように程よく油を入れてお手入れが必要ということなのかもしれません。次にチューニングについてです。チューニング方法につきましては、アルミテープや音階シールを使って音を下げることはできるんですけども、逆に音が低すぎて音を上げたい場合には、ヤスリで削るか、またはもう交換になってしまうそうです。キーがくし形の一体型になっていますので、基本的にチューニングはできない仕様となっております。ライブ中に試奏した際に音がかなりずれていましたが、現在はほぼぴったりのチューニングを合わせました。チューニングの合わせ方なんですけども、チューニング合わなかったところは基本的にやっぱり音が高くなっていましたので、付属のアルミテープをキーのスプーン裏に入るぐらいの大きさにカットしまして、キーの裏側に貼っています。ちょっとね見えないんですけども、ひっくり返してもカメラが入らないので映せないんですけども、これぐらいの細さに切って、さらにここにはまるぐらいの大きさで微調整しながら何回も貼り直して、その音になるように貼っていきました。これがね、とっても細かい作業でね大変でした。もう付属のピンセットじゃもう先が太くてできなかったので、ビーズ加工用のピンセットを使ってこんな感じで裏側に貼りました。これがね、
発送の際にね、できるだけチューニングがぴったり合っているととても助かるんですけども、チューニングされてから発送されているはずなので、もしかしたら私のところに届いたものがもう大幅にずれていた可能性もあります。なのでこのアルミテープを貼って重さで調節することになりますので、キーのね高さが高くなっているものを重さで下げていくことはできるんですけども、逆に低くなりすぎているものを音を高くするっていうことはできません。なので音階シールの重さでもチューニングはね変わってしまう可能性もありますよね。こんなちっちゃいものでも音が変わるので、すごく繊細にできています。なので音階シールはできれば使いたくないですね。最後になんですけども、別の方からご質問が届きまして、こちらのカリンバなんですけども、海外で売られているものはハードケースがついているものがあるそうなんですけども、その点なんですが、こちらのカリンバ、日本国内ではバクスケアのブランドで販売されております。そして日本以外ではムージカブランドで販売されているそうです。ムージカブランドの方はハードケースがついていたような気がしています。製造元は今回ご紹介しましたストリングネット様だそうです。はい、日本国内で販売されるものは Amazon で販売されておりますので、 Amazon で購入される場合にはこちらのバクスキアのソフトケースがついています。こちらの商品の詳細は概要欄にありますリンクより Amazon でご覧ください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それではすずらんこみちでした。これのね、やっぱり17音が触りたいな。すごくね、中音域までが気持ちいい柔らかい音がするんですよ。私がね、21音のこの苦手な気持ちをどうにか、触ればいいんですけどね、もっともっと触っていきましょうって話なんですが触らないからダメなんですよ。すっごいこの辺はあれですけど、中音域までのこの音が気持ちいい。はい。この辺がすごく気持ちいい柔らかい音がしますね。はい、よろしければ Amazon でご覧ください。ではまた。